皆さんこんにちは、C です。今回のパン屋さんの紹介は、前半はお店の紹介や場所を紹介して、後半には実際に食べてみておすすめのパンをご紹介しています。後半は久しぶりに食べながらパンの感想をレビューしているので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。今回ご紹介するパン屋さんもとっても美味しくて、皆さんにもぜひ行ってみてほしいなと思ったパン屋さんなので、参考にしていただけると嬉しいです。では早速ご紹介していきます。福岡市中央区天神にあるミルズバイトリュフベーカリー、天神駅から徒歩2分のところにあります。2024年4月にトリュフ塩パンが人気なお店が天神のど真ん中にオープンしました。福岡では2店舗目ができたのでご紹介していきます。ここのお店は福岡県春日市の方にも店舗があるんですけど、天神のソラリアステージにできたということで今回行ってきました。朝の10時からオープンしていて、オープンと同時に並んだんですけど、オープン前からお客さんは結構並んでいました。お店はテイクアウト専門のお店です。パンの種類は20種類以上あって、惣菜系からスイーツ系パン、特にスイーツ系のパンが多い印象でした。明太コッペとシナモンロールとメロンパンとドーナツを2つ。これ分けさせていただきます。すいません。お値段は200円から300円台のものがほとんどでした。お願いします。卵サンド1つ。人気ナンバーワンの白トリュフ塩パンやナンバー2の黒トリュフ卵サンドなど、このお店の魅力あるパンをチョイスしていきます。気になるパンがたくさんあったので、お家に帰って早速ご紹介していきます。行ってきました。ソラリアの入った1階、青山フラワーマーケットの扉を開いた先にありました。こんな感じです。並べてみました。やばくない？どれも美味しそう、本当に。結構ね、リピート商品が多くて、前春日店の方に行った時に食べたことのあるのがまあ半分くらいかな。このサンドもトリュフの卵サンドとか、あとこの生ドーナツとか、このメロンパンも美味しかったの。これは定番のトリュフ塩パンで、シナモンロールがね2種類あった。これちょっと倒れちゃったけど、これもね美味しかったの。このキューブパンは初めてで、ソラリアステージのところにあるのはコッペパンの種類がありました。なんかこれからねどんどんコッペパンをね増やしていくらしい。でこれやばくない？わかるかな？明太子がね、明太子のプチプチ加減わかりますか？やばー、美味しそう。今ねお昼前の11時半なんだけど、ここのソラリアステージのミルズトリュフバイベーカリーは10時オープンなので、10時にオープンして伺って美味しそうなパンを見つけて今帰ってきて、なんでこれを楽しみにしてたから朝ごはん食べてないのね。だからめちゃめちゃお腹空いてる。最高。じゃあやっぱりまずはこれかな。トリュフ塩パン。芸能人の方とかも差し入れとかでよく現場にこう差し入れするみたいな情報をよく聞きます。香りがすごいの。トリュフのいい香りがします。
ピント合ってる？おお、すごい。この中にトリュフのね塩、なんかわかるかな、この黒いのとかわかる？こういう感じで入ってます。ちょっと一旦いただくね。バターと塩のベトベト感がねたまらんのよ。トリュフもそうなんだけど、この塩も美味しい。バターによるその生地の甘さとかもあるんだけど、甘さとしょっぱさの塩梅が本当に50-50な感じだからめっちゃ美味しい。生地はもちもちしてて、トリュフの香りはあるんだけど、鼻から抜けるくらいの心地いい感じの風味、なんかめっちゃトリュフみたいな感じのパンではないのがすごい魅力的だなって思います。しょっぱい系からいっていいですか？このきのこのタルティーヌホワイトソースが中に入ってます。こんな感じで。でこのきのこめっちゃ多くない？すっごい量乗ってるんだけど、焼いてこよう。はい、焼いている間にこちらのトリュフ卵サンドいただきます。これもね美味しかった記憶があるよ。この食パン、これもちもちなんだけど、中の卵の中にこのトリュフも混ざってる感じですね。ちょっとたくさんあるのでこの半分いただこう。いただきます。美味しい。卵の味を邪魔しないほど優しいトリュフの香り。周りのパンの生地もふわふわ。お外のピクニックとかに持っていきたくなりますね。やっぱトリュフが入ってるかがちょっと大人めな味に仕上がってます。次じゃあこのメロンパンいきます。私結構いろんなパン屋さん行ってるんですけど、ここのメロンパン本当に好きで、何が違うかってココナッツが入ってるんですよ。このメロンパンココナッツの香りがすごくいいので、私結構そういうココナッツ系の風味がとっても好きで、そういうのが好きな方はぜひこれ食べてみてほしいんですけど。いただきます。美味しい。生地はねしっとりタイプで、表面にクッキー生地なんだけど、このクッキー生地にこのバニラビーンズみたいなちょっと甘さのあるタイプのメロンパンですね。だけどココナッツが入ってるから、なんかそんな甘ったるい感じの甘さじゃなくって、ココナッツよりの甘みを楽しめるタイプのメロンパン。やばいやばいやばい、美味しそう。すっごいいい香り。チーズが程よくとろけました。美味しそう。ちょっと熱いけど食べてみます。ちゃんと胡椒が効いてる。思ったよりこの中のホワイトクリーム、ホワイトソースたっぷりですね。マスタードが入ってるのかな。すごく味の組み合わせが最高ですね。これちゃんと香ばしい感じのタイプの生地ですね。ここのミルズは見た感じは惣菜系っていうのがそんなになかったイメージですね。結構甘め寄りのパンが多くて、これの他にあとなんかソーセージが、大きいソーセージが乗ったパンとかはあったんですけど、このタイプのパンとかあんまりなかったんですけど、これは美味しいぞ。はい、次こちら明太コッペ。めっちゃ明太子の香りがすごい。今取ったらやばかった。ちょっと開けてみます。開かない。どうしたらいい？わ、生地がすごいもっちもちしてる。中には入ってないタイプですね。こういう感じの、こんな感じです。わ、美味しい。食感がめちゃめちゃいい。なんか生の明太子っていう感じ。めっちゃ美味しい。ね、この明太子、上の明太子はちょっと冷たい感じです。生明太子みたいな感じの明太子が乗ったこのパンは初めて食べました。で生地はちょっと甘めな感じでもちっとした感じの食感です。これ
普通の明太フランスとかとまた違って生の感じがすごく優しいで、明太子の香りがすっごい伝わってきます。これは多分他のパン屋さんではなかなかないような感じのスタイル。明太フランスはあるけど明太コッペって食べたことがなかったんですけど、これめっちゃ美味しい。次じゃあこれいこうかな。こっちもコッペパンですね。明太コッペとこの2種類ありました。コッペパンコッペパンの生地ほんと美味しかったんだよね。さっきの明太子の美味しかったんだけど、今回はこちらは甘いタイプ、クリームが乗ってるタイプになります。わー美味しそう。これ生クリームとカスタードが半分ずつ乗ってる感じです。はい、いただいてみます。生地はね美味しかったからきっと美味しいんだと思うけど、うまっ。うまっ。私この生地が好きだわ。コッペパンの生地がほんと美味しすぎる。クリームとカスタードに合わないわけがないよね。なんだろうこの食感。なんかコッペパンってこんな食感のあんま食べたことない。ちょっとやっぱパサッとするじゃないですか。でもこのコッペパンはしっとりって感じ。なんか水分が多く含まれてるような感じのタイプのパン。コッペパン結構美味しい。おすすめかも。さっき食べたこの明太子もね結構衝撃的だったんだよね。この明太子のタイプを食べたことがなかった。ていうかまずこの明太子が美味しい。でコッペパンの生地も美味しいじゃん。そりゃ美味しいよねって感じなんかミルズってこのトリュフの塩パンが有名じゃないですか。結構このコッペパンの同じくらい美味しい気がしますけどね私。ちょっとお腹いっぱいになってきちゃいました今日何個あるんだ種類。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10種類もありました。であと残ってんのがドーナツとシナモンロールの2種類とこのキューブパン。このキューブパンじゃあ食べてみよう。いただきます。中ちょっとどうなってんだろう。これ初めて食べる。わすごい。中に何これ。カスタードクリーム。カスタードクリームが入ってる。しかもめっちゃ多くない？めっちゃ多い。たっぷり入ってるんだけど美味しそう。何これ。いやー美味しそう。なんかねこの生地もねしっとり系なんだよね。ちょっと食べてみますね。クリーム美味しい。カスタードクリーム美味しい。とろりな感じじゃなくてしっかりした感じのタイプのカスタードクリーム。昔ながらのカスタードクリームよりなんだけど、その中にこのバニラビーンズっぽい甘さがあって美味しい。生地は結構しっとりタイプだからこのパンの生地に馴染むわけよ。このクリームがサイズ的にはちっちゃいこのくらいのだから食後とかに食べたくなるかも。じゃーん、めっちゃ美味しそう。これはね美味しいの分かってるんですよ。前食べたことある。ちぎった感じをお見せしますね。うまくできるかな。わかる？このもちもち加減わかる？伝わる？とにかくもちもちなの。表面にたっぷりシュガーがまぶされてます。おすすめはもうその日にいただくのが一番美味しいです。いただきます。生ドーナツだわ。美味しい。ほんと口の中で溶けるんですよこの生地が。ドーナツはね結構甘いのが好きなのでこのくらいシュガーがたっぷりまぶされてる方が美味しく感じちゃいます。多分どの世代が食べても美味しいって思うんじゃない？それくらい美味しい。このねもちっとしたどういう表現が合ってるんだろうこの生ドーナツって。ほんと口の中でとろけるの。お腹いっぱいなのに食べちゃう。美味しすぎて。じゃあ最後このシナモンロールを2つ食べてみます。タイプが全然違くて、はい、このシナモンロールはデニッシュタイプなんですよ。
パリパリっとした感じのタイプのシナモンロール。なんかこのタイプもあんまり見たことないんですよね。よいしょ、こんな感じです。シナモンが層ごとにちゃんと練り込まれてます。こういうタイプですね。そしてこちら、これはしっとりタイプのシナモンロール。冷蔵のショーケースに入ってたので冷やしてた方がいいかもしれない。ちょっとごめんなさい、溶けちゃって。綺麗なねクリームが上に乗ってたんだけど変な形になっちゃった。見ますね。さっきのサクサクとは違ってこっちはこんな感じのしっとりとした感じのシナモンロール。ちょっとじゃあ食べます。はい、いただいてみます。こっちのじゃあさっくり系の食べます。やっぱクロワッサンみたいな食感ですね。シナモンシュガーが練り込まれているからかちょっとしっとり感があります。シュガーもたっぷりまぶされてるタイプです。じゃあ最後こちらのしっとりバージョンのシナモンロールいただきます。なんかまた違ったタイプのシナモンが入ってます。こういうタイプいただきます。美味しい。こっちの方がシナモン感強めですね。香りを楽しめるのはこっちかも。シュガーがまぶされてないのもそうだし、ねっとりとしたタイプのシナモンが練り込まれてるからより風味が増します。恣意的にはシナモンの風味が強い方が好きなので、こっちのブリオッシュ生地のこのシナモンロールの方が好みでした。タイプが全然違うので楽しめますね。美味しかった。はい、ということで今回は天神にできたミルズトリュフバイベーカリーというパン屋さんでパンを食べてきました。ここのお店は4月30日にオープンして、ちょうど1ヶ月くらいなんですけど、結構ね10時オープンした直後にすぐ行ったんですけど、お客さんがどんどん並んでいました。で、一番人気のトリュフ塩パンは1人2個までの制限がありました。以前私春日店の方でいろんなパンを食べて、こちらの YouTube でも紹介してるんですけど、今回初めて食べたパンの中で特におすすめしたいのはこちらの明太コッペ。これ一口食べた時の衝撃がすごかったです。まずそのコッペパンの生地がほんとなんかもっちりタイプの生地で、この明太子がね、福岡のちかえっていう明太子屋さん、老舗の明太子屋さんがあって、そこの明太子を使用されているそうです。その明太子にはその乳酸菌アロマっていう成分が含まれていて、それが入ってることによってその明太子の爽やかな香りとか風味がより感じることができて、旨味が増しているそうです。一口食べた時の明太子の香りとプチプチ食感で生っぽい明太子だったので、すごく明太子感を感じれるパンでした。で、このコッペパンの種類はこの明太子とあとカスタードとクリームが入ったタイプのコッペパンがあったんだけど、これからまたどんどん新しい商品が出てくるそうなので、皆さんもぜひ行ってみてください。本当にね、天神のど真ん中にできたので C もとても嬉しいです。また行きたいと思います。皆さんもぜひ機会があれば行ってみてください。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。美味しいパン屋さんを見つけたら皆さんにシェアしますので楽しみに待っていてください。そしてチャンネル登録や高評価していただけると励みになります。よろしくお願いします。以上 C でした。バイバーイ。